6時前です。ねえ、一人で起きてるの？泣かずに？おはよう。すごいね。はい、朝一の授乳をしてます。もうほぼ甘味みたいな感じなんだけど、夜間授乳はまずおっぱいあげて、でその後ミルクっていう感じにしてます。まさかの今日は8時間今息子が寝てくれて、今っていう感じ。うちの授乳スタイルです。片乳5分ずつぐらいあげてミルクです。マイルズが落ちないように手で支えてくれてます。ご機嫌で寝ません。寝ないんですか？寝ないのね。なんちゅう口したの？なんちゅう口してんの？覚醒したね。もう一回ねんねしようか。はい、結局寝ないので今添い乳をして寝かせてます。私も息子が寝たらベッドに戻すか、もう一緒にこのまま寝ちゃうかで、ちょっと睡次第だけどもう一回寝ます。添い乳で寝たので、寝てないわ。そこにベビーベッドがあるんだけど、キューボ AI でさこんな感じで見てるんだけど、ベッドからねこんな感じでね見える。いつも夜とかも、夜はまあもうリビングで寝てから上に連れてくるんだけど、ベッドに置いて私たちがこっち来て、こっちってもそこ手届くとこにいるんだけど、であんまり刺激を与えないようにして寝るのを待ってます。しかもさ、キューボ AI のめっちゃいいのがさ、携帯をいじりながらここに2画面みたいな感じで表示できるのね。すごいいいです。じゃあもう一回寝ます。はい、今9時前でまた起きました。もう全然さっきも寝なくてさ、多分もうこれで起きることになりそうで、今マイルズがズームミーティング朝からやってるので、もう終わったら一旦変わってもらおうと思います。全然ミルクも飲まなければ寝ません。この朝のねご機嫌タイムが一番好きで、私マジで可愛い。めっちゃ朝ご機嫌なのね。朝ご機嫌さんなのね。おはよう。だいぶ寝て今また授乳してます。マイルズが見ててくれて、その間もずっと息子は寝ていたようです。はい、おっぱいちょっとあげたので今マイルズが手伝って、ミルクをあげてる間に爪を切ります。爪切りはピジョンのやつ使ってる。最初はもう怖かったけども切るしかないのでやったら慣れました。こっち見て、こっち見て。手伸ばしてほしいんだけどね。手伸ばしてもそっから握るがまだできないんだよね。最近これ Amazon で買ったなんか世界で1位みたいなプレイマット。ここにさピアノの鍵盤がついてて、このキックで音が鳴るんだけど、まあ、多分音が鳴ってることに本人は気づいてないんだけど、この何か蹴るものがあるのがいいっぽくってよく蹴ってます。でここのなんかめっちゃカメラ見るじゃんカメラ好き。鏡がついてたり、ここにぶら下げるやつは変えた違うやつをつけたりしてます。だから結構賑やかになってんだけど。赤りんごこんにちは。白黒ワンワンワン。マイルズは抱っこ紐で息子を寝かしながらキッチンのところにこうやって立って仕事をいつもしてくれてます。はい、顔洗います。と言ってもねもう1時なんですよ
日は夜間授乳から撮ってみたんだけど、夜間っつっても朝だったんだけどね、8時間寝てくれたから1回目が6時ぐらいで、そっからすぐ寝なかったんだっけ。6時ですぐ寝ないで7時8時とかでまた起きて、なんか最近手を見つけちゃったからさ、息子が手しゃぶりを覚えてから、おしゃぶりだとペって出してで手しゃぶりたいんだけどってなって、でおしゃぶり探すんだけど自分じゃつけられないから、おしゃぶりつけてあげてみたいなのをやって泣くようになっちゃって、7時8時とかで9時に1回また起きて授乳して、でマイルズが10時ぐらいにズームが終わったから、それまでもう全然寝なくって、なんかわさわさしてて、ずっとそれもうこんななりながらやって、でマイルズに10時にバトンタッチして、私12時まで寝たので、行動開始がね12時で、今息子ご機嫌タイムしてるんですけど、顔洗ってちょっとイエロー買ってこようかな。お昼ご飯も何にも今家にパンぐらいしかないから、お腹空いた。なんかお昼ご飯ウーバーするか買ってくるかって感じで、まずスキンケアします。洗顔はNオーガニック、もうすぐなくなりそう。もうすぐなくなったら、この間 Vlog で紹介したララスキンの濡らさなくていいジェル洗顔に次はしようかなと思ってます。なんか喉が変なんだよね。多分クーラーのせいだと思う。クーラーそもそも苦手なんだけど、もうそんなこと言ってられないさ気温じゃん。だけどなんか赤ちゃんってさ24度とかに設定、セリマックスの、パッドですしてあげないとさいけない。もう貸し部屋のブランケットをかけて寝てるのね、大人ってか私は。もう毎日クーラーってか、もう家を出てないからさ常にクーラーじゃん。体冷えるじゃん。それな気がするな。なんか喉痛いんだよね。なんか菌をもらったとかっていうより普通にクーラーの風っぽい感じ。ちょっと着替えます。これ貼ったまま。もう洋服は基本的に家にいる時はパジャマなんだけど、イエローに行ったりとかコーヒー買ったりとか、なんかちょっとだけでも1日1回はマイルズがねいる場合はだけど、いなかったらさ一人で見なきゃだから家出れないんだけど、てか出れなくないんだけど、出るのがめんどくさい。息子を連れて出るってことがこの暑さだし、息子とか楽しめるんだったら全然お出かけしたいんだけどさ、命に関わるじゃん。だからそれで基本的にコーヒー買いに行くだけなので、洗濯から上がってきた服、これはもうナイキのイベントの時に着たナイキの服なんだけど、洗濯から上がってきた服で対応してます。今アビブをライン使いしてる。結構たっぷりやっちゃいます。でクリームがもうなくなるのでセリマックスに使ってます。そうだ、日焼け止めは洗面所でやるときはダルバのウォーターフル、これをすっぴんの時はよく使うんだけど、インスタにも書いたんだけど、最近ねビタシー知らなかったんだけど、ダルバからビタシーとベージュの色がついてる日焼け止めが出てて、ビタシーはさ、このさ私も使ってるこのビタトーニングのこのシリーズ、黄色いつぶつぶが入ったシリーズの日焼け止めで、それをねドレッサーで使ってるんだけど、リップはデコルテ。はい、さっき言ってた日焼け止めがじゃん、これがカバーアップベージュタイプので、でもベージュって言っても本当にそんなに色がつかないんだけど、優しい感じの色味、ちょっと色づくみたいなやつで、ビタシーがさ、これ見えるかな、ちょっといっぱい出ちゃった。こうやってね普通に白く見えるんだけど、私もあらびっくりで、ほら見える？ここにこの粒がさ入ってんの、ほらすごいと思ってびっくりしたそれだけほらめっちゃ粒、カプセルっていうのか。だから私結構ビタトーニングシリーズをライン使いしてるからすごい好きなの。なのでこれもスタメンにラインナップしました。
伸びもすごくいいし、すっぴんの時とかでも色もつかないし、で何よりお肌のツヤ、さすがこれがダルボだよね。このツヤだからメイク下地としてももちろんその綺麗なツヤが出るし、だからトーンアップとかがしなくていいよって人はいいかも。じゃ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 ん、ツヤツヤ。もう私はこれで何もしないんですけどね。あと最近好きなのがこのディオールのチークです。とっても可愛い。これキャンディーって色なんだけど違う色も買いたいな。結構明るめなピンクの感じで、リップもね、これもキャンディーだ。077がキャンディーなんだけど、これと合わせて使うのかなって感じです。ではコーヒー買ってきます。はい、イエローに向かってます。なんかさ、 YouTube は今まで通りのコンテンツを上げたくて、それを心がけてはいるんだけど、やっぱりどうしてももうこんな感じで常に一日中息子が中心の生活になっちゃうから、それが今の自分かっていうことでやってるんでございますが、空がすごいさ、絵みたいなんだよ。そんなに伝わらないわ。電線しかない。サングラスはプラダです。お肌ほら、すんげえシミだけどツヤ感。私がいつもシミケアシミケアとか言ってる意味がこれで分かってもらえましたかね。目血走ってますね。目めっちゃ血走ってんじゃん。眠いもん。そりゃそうだ。はい、行ってきます。ほら、空綺麗。空綺麗だ。イエローから帰ってきたらかわいい。寝てるね。多分ね、寝かしつけに成功した様子です成功した。はい、今ミルクタイムなんですけど、この間にもう息子がすやすや、あららら、すやすや系になってきてるので YouTube を見てます。私は今なんかあれが好きなんだよね。クリーニングとかオーガナイズ系の、だからリセットルーティンみたいなやつが好きで見てます。でこの子はなんて子なんだろう、ミカエラ・ベントさんっていう方。結構この子リセット系のやつをよく出してて、よく私も見てるんだけど、クローゼットのなんかオーガナイゼーションみたいな、整理整頓みたいな。この人は引っ越したのかなを見てます。はいはい、息子がお昼寝してる間にウーバーでお弁当頼んだので、マイルズは買いに行ったんだけど、なんか肉野菜炒めしました。副菜がいっぱいで嬉しい。いただきます。マイルズ帰ってきた。牛肉。今日は夜肉じゃがが食べたくて、肉じゃがでも作ろうかなと思って。おかえり。ボコとデコを飲みます。そう、ママがさよく泊まりに来るじゃん最近。ママはもう絶対ボコとデコ1日1本飲んでて、マイルズも結構飲んでるし、私もだし。1日1本あなたも飲んでる、そうだから減りが早いんですね。家族みんなで飲んでます。健康のために。青汁じゃないよね。美味しいよね。私そもそも青汁の味好きなんだけど、これはお茶って感じ。本当にタミータイムしてます。ワニさんピカピカ、果物パックン、パク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 。こっちまでいける？あ、パク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 。ゾウさんピカピカ、水浴びパオーンパオーン。おーおー。犬さんピカピカ、一緒に遊ぼう。ウォンウォンウォン。おしまい。よくできました。はい、搾乳をしました。25ぐらいかな、多分取れてて。これ搾乳機はメデラのスイングマキシってやつを使ってて、この冷凍用これしか取れて
のバッグはランシのアイハーブで売ってるやつです。22ミリ22ミリ、これ冷凍する必要ある？冷蔵庫入れとこうか。すぐあげようか、お風呂上がり。はい、全然取れなかったら冷凍しません。洗い物してます。哺乳瓶洗ったりコップ洗ったり、もうこれ他の動画でも言ったんだけど、哺乳瓶のやつは後ろにあるこのピジョンの煮沸とかを除菌乾燥をボタン一つでやってくれるやつ、それがマジで助かってて、一番買ってよかったものかもってぐらいじゃないね。あれ狂った我が家、ここから撮ると物量マジすごい多分うちらの課題はダイニングだね。ダイニングを片付けます。このさ、こういう感じでそう書類とかがこうたまるんだよね。片付けよう。片付けます。そうなんでここから出てくるなんでここから出てくるのって感じなんですけど、イブジュのね授乳ブラがめっちゃよくって、授乳ブラってさ可愛いのないじゃんあんまり。だけどこれはすごく可愛くて、ここがイブジュのデザインのままって感じで取ってペロンってして授乳ができるようになってます。洗濯ですこれ。はい、今ですねこんな美女で化粧品とかを片付けてて、ドレッサーも今もうまたこんな状態で今いろいろ仕分けてこれがパックとかもうこれも溢れちゃってんだけど、袋からいろいろ仕分けてもうここの袋にもいっぱいだし、この棚にもストックがいっぱいで、これとか閉まってないので、この辺の片付けはまたやろうと思って、とりあえずすぐ使うものとかを仕分けだけ終わらせました。はい、そんな感じで息子をお風呂に入れなきゃいけないので、一回切り上げてお風呂入れてきます。この小さな声が聞こえる。笑ってるの聞こえる？ポポポ眠いね。眠いね。けどあなたはこのミルクを飲まなければいけません。よろしいですか？このミルクを飲めますか？頑張って飲んで。お風呂から出て最後の授乳ですね。これ飲んで多分寝落ちするので寝かします。寝ました。まだゲップもしてないので、ここに温めてミルク置いといて、でちょっとここで寝かしてからドッカトットに寝かします。今日はもう本当にかなり息子中心な一日っていうか、でも普段家にいる時はもうずっと息子中心になっちゃうので、こんな感じで過ごしています。まだ私たちご飯を食べてないんですが、もう8時になります。で結局肉じゃが作ろうとか思ってたのに、スーパーも行かず何もできなかったので、冷凍のものかウーバーかしかないですね。夜ご飯どうしようか。毎日夜ご飯うちらどうしようかになっちゃうっていう感じでちょっと考えます。はい、無事に息子が寝ました。このねテントみたいなやつは Amazon でなんていうの、顔用テント遮光みたいな感じで調べて、キューボ AI あるから見守りカメラがあるから上でも寝かせられるんだけど、テントにドッカトットにして、私たちが上に行くタイミングまではここで寝かせてます。はい、息子はすやすや眠っております。やっぱね息してるからすごい不安になっちゃうんだよね。SIDS が2ヶ月から6ヶ月が一番多いって聞くので、今息子もうすぐ3ヶ月なんだけど、なのでちょっとね毎日気を引き締めて、やっぱちょっと子育てに慣れてきてるから自分もなんかそう、今日ねちょっと呼吸が別に止まったわけじゃないんだけど、なんかいつもとちょっと違うかもっていう瞬間が寝る前にあって、さっきミルクの時に。だから今口から出たおしゃぶりがもうなんかこの辺にあったから、
それをお腹の上にポンって置いて、そしたら呼吸してるかが見やすいので、それを見てます。で、なんかやっぱ明かりとかさ、この声、音とか、うち生活音の中で結構寝かせてる方なんだけど、生活音があんまり良くないって言うから、本当はもうこの時間に寝る時点で、ベッドルームに行って、見守りモニターで見てる方が、多分睡眠の質的にはいいのかもなんだけど、結構ぐっすりリビングでもいつも寝てくれるので、で、12時ぐらいに私たちが寝る時に連れてってみたいな。今回の動画は完全に振り切ってさ、ちょっと子育てメインで進めてるので、この話もしたいんだけど、なんかね、あと10日で3ヶ月になるの。で、まあ精神的な部分とかでは、1ヶ月半ぐらいまでが私は結構きつくって、1ヶ月半ぐらいから結構自分を取り戻してきた感じで、子育てにも徐々に慣れてきて、息子もできることが増えて、っていう感じで、扱いやすくもなったし、身体的に、体的にも、まだ首は座ってないけど、今までじゃあ外に行ってきていいよってマイルズに言われても仕事以外とかで、いや、行くわけないじゃん、みたいな。息子と離れたくないし、みたいなのもあったけど、全然今も息子と離れたくないとか、このね、夜寝ると、超寂しいの。夜寝ちゃうとさ、明日の朝まで会えないわけじゃん。それが超寂しくて、起きてくれないかな、みたいな。寝かしつけにこんなに一生懸命になるくせに、起きてくれないかなとかいう気持ちにもなっちゃうような感じ、不思議な感じで、明日が来るのがすごい楽しみなの、息子を産んでから。それってなんかすごい素晴らしいことだなと思って、今までは別に、明日このスケジュールだとか仕事が入ってたり、友達と会う約束があったり、なんだろうな、楽しいこといっぱいあったし、いっぱい楽しいことしてきたのに、明日が来るのが楽しみ度が、本当に息子を産んでから毎日こう寝てる姿を見て、明日また息子に会えるんだ、みたいな、まあ、会えるっていうか、なんていうの、起きてる息子に早く会いたいな、みたいな、明日が楽しみって思うの、なんかそれって本当に幸せなことだし、なんか最高だなっていうふうに思ってて、で、うちさ、4300ぐらいで生まれてて、で、成長曲線にも入ってないぐらい大きくって、ずっと。で、1ヶ月検診の時に、もうすでに5.7とかあったから、なんかミルクの量を今、その時100から120ぐらい飲ましてて、甘味だとした時に、それ以上増やさないで、100から120のまま行ってくださいって言われて、で、2ヶ月の時に予防接種があったから、その時に一応なんか検診みたいなのつけてもらって、体重測ったりしたのね。で、2ヶ月の時に6.7あって、で、まあ、順調には増えてるんだけど、ちょっと緩やかになって成長曲線の中に入ってきたの。まあ、かなり上の方なんだけど。で、だけど、100から120しか飲ましてないっていう風に言ったら、いや、それは飲ませなさすぎだから、まあ160から180ぐらいは飲ましてくださいって、小児科で言われて、ここ10日ぐらい、マジでミルクの飲みが悪くって、140とか作っても、70でやめちゃうのね。で、1時間半後ぐらいにまたちょっとなんか飲みたい、ってやり始まって、残りの70飲むみたいな、だから頻回みたいになっちゃってて、140を3時間空けて140、140のはずが、1時間半で70ずつみたいな感じで一気に飲めなくって、前は一気に120とかも飲めてたんだけど、まあちょっと減るとか言うじゃん。今日とか460とかしか飲んでないの。1日で。やばいじゃん。体重増えてんだけどね。だから保健師訪問の時とかも、なんか不思議ですね、これで体重増えるのみたいな、すごい体だみたいな感じで言われたんだけど、今日とか授乳回数5回、ミルク5回で460で、母乳は4回あげてるんだけど、そうだからさすがに多分このまままた8時間とか寝るんだけど、ちょっと今日はミルク飲まなさすぎだから、12時ぐらいに1回もうこんななってる状況でぶち込んで飲めるだけちょっと飲んでもらって寝かすっていう感じにしようと思ってます。すやすやです。かわいいな、すやすや子。全然ぐずんなくなった。まあ全然ぐずる時もあるし、今日も泣いてるとことかさ、カメラ回してないからあれなんだけど、っていうか泣く前に多分私たちが対処できるようになった感じ取って、ちょっとハスハスしだしたら、これはこうだっていう風に対応できるようになってきたから、息子にもあんまりストレスなく、まあ泣かせた方がいいとかいうのもあるけどさ、泣く時は泣くし、泣かせないようにできるなら泣かせたくないし、親のメンタル的にもっていう感じでやってるんですけど、そんな感じのちょっと最近のアップデート、子育てアップデートでした。ちなみに言ったんだっけ、言ったらしい。これ Amazon で買って、でドッカトットにエスメルダだっけの枕を入れてるんだけど、ドッカトット自体は枕を入れて使うことを推奨してなくって、で私たちもリビングでこう寝かせるときは、まあ、絶壁防止のために
枕使ってんだけど、上のベッドで寝かせるときはもう下も結構さギチギチだしさ狭そうなので、上で寝るときは枕がない状態、ドッカトットだけでストッケのベビーベッドの中にドッカトットを入れて、寝かせています。そろそろね、もうドッカトットもストッケのベビーベッドに入れるとちょっと息子がギチギチすぎるかなって感じなので、ドッカトットはリビング用にして、夜寝るときはもうストッケだけで寝るように変えようかなって思ってます。無理やり起こしてミルクをあげたんだけど、ミルクちょっと飲んで、おっぱい飲んでミルク飲んで、こんな感じです。はい、私はシャワーを浴びたので、夜間授乳用のミルクを作って上に持っていって、私は粉入れといて水筒にお湯と水1個ずつ用意してっていう感じでやってるんだけど、はい、これを作って寝たいと思います。そんな感じで、そう、夜のスキンケア取ろうと思って普通に忘れちゃった。今日は1日密着みたいな感じで、新生時期にも撮ったんだけど、もうすぐ3ヶ月ということで、また記録を残したいなと思って撮ってみました。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。